中卒。しかも、親もいないだと？道理で育ちの悪そうな顔をしていると思った。底辺もいいところじゃないか。両親を亡くし、親代わりになって育てた弟のお見合いの席。しかしお見合い相手の義父は、俺が中卒であることを理由に、こちらを見下し罵ってきた。弟が大企業に勤めていることや、名門大学を出ているといったことも、どうせ嘘だと信じる気がない。私は一目見れば相手がどんな人間かわかるんだよ。お前らのような詐欺師を見破ったことは何度もある。今回も私の目は正しかったようだな。限界だった。俺がとある真実を伝えるため、静かに口を開く。義父はその真実を聞いて、自分の発言を後悔することになる。俺の名前は松本聖也。35歳独身。今は6歳年下の弟である弘和と2人で暮らしている。両親は俺たちがまだ幼い頃、事故で他界した。俺は11歳、弟に至ってはまだ5歳だった。当然そんな子供が2人だけで生きていくことなんてできない。だがすぐには引き取り先は見つからなかった。両親がそれぞれの実家とそこまでうまくいっていなかったからだ。俺たち兄弟を誰が引き取るか、親戚の中で押し付け合いがあったらしい。誰も引き取れないのであれば、施設に送るのが一番ではないか。そんな意見が上がり、みんながそれに賛成し始めたとき、一人の男性が声を上げてくれた。聖也と弘和は私が引き取りますと。その人の名前は小池太一。俺たちの叔父にあたる人物だった。そうして俺たちは太一おじさんに引き取られた。全く話したことのない、会うのだって初めてだったおじさんに。おじさんの家はそれまで暮らしていた町からかなり離れた土地にあった。おじさんとはそれまで一度も交流がなかったから、おじさんの家に来たのも初めてだったし、当然周りには友達なんて一人もいない。適応力があってコミュニケーション能力も高かった俺は、すぐに大きな一戸建てにも環境にも慣れ、友達もできた。おじさんたちともすぐに打ち解けることができた。でもまだ5歳だった弘和は、なかなかおじさんの家に馴染めなかった。外に出るのが大好きで怖いもの知らずだった俺と違って、弘和は引っ込み思案でおとなしい性格だ。両親を一度に失ってしまったショックも大きかったんだろう。もともとおしゃべりなタイプではなかったが、おじの家に引き取られてからはほとんど喋らなくなってしまった。幼稚園に通う以外、外に出なくなってしまった弟が心配で、俺はよく弟を外遊びに誘った。弘和、公園に行こう。兄ちゃんと遊ぼう。でも弘和は首を横に振るだけだった。絵本から目も離さなかったことにショックを受けた。ああ、こんな時にあの子がいてくれたら。自分の殻にこもる弟を見るたびに、俺はそう思った。俺たちが引っ越してくる前に暮らしていたのは田舎の団地だった。俺たちと同年代の子供も何人もいたが、その中でもよく遊んでいた2人がいる。その2人は姉妹だった。妹の方は弘和と同い年で、幼稚園でも同じクラスだったらしい。2人とはほぼ毎日のように一緒に遊んでいた。幼稚園が終わって帰宅するとすぐ、妹ちゃんがうちに突撃してくる。こんにちは。弘和くんどこ？母さんに部屋の中へ通された彼女はいつも真っ先に弘和のもとへかけてきた。弘和くん、見て見て。お母さんに買ってもらったの。そう言って買ってもらったばかりのワンピースを見せている場面に遭遇したことがある。真っ白なワンピースの裾をちょこんとつまみ上げて、くるくるとその場でターンした。栗色の長い髪がふわっと揺れる。似合う？かわいい？彼女が問いかけると、弘和はにっこり笑って、うん、かわいい、と彼女を褒めた。彼女も太陽みたいな笑顔を浮かべて、
さらにこう尋ねた。ありがとう。ねえ私、お姫様みたい？彼女は期待にキラキラ目を輝かせる。ひろかずはちょっとだけ恥ずかしそうにしながら小さい口を開いた。うん、お姫様だ。小さな声だったけど、はっきりした口調だった。ひろかずの褒め言葉に彼女がぴょんぴょん飛び跳ねて喜んでいるのが微笑ましかった。そんな彼女のお姉さんも面倒見がいい、優しい子だった。ひろかずのことを絶対に邪険にしなかった。ひろかずくんは優しくて人の気持ちがわかる子だね、と褒めてくれていた。4人で太陽が沈む直前まで一緒に遊んだ帰り道。お姉さんである彼女はいつもこう言った。また私たちと一緒に遊んでくれる？ひろかずの前にかがみ込んで優しくお願いする彼女。ひろかずも、うん、と元気よく答えていた。引っ込み思案でおとなしい弟が自分の考えを素直に口に出すことができていた唯一の女の子。優しく見守ってくれた女の子。でももう彼女たちはいない。頼りになる父さんも優しかった母さんももういない。ひろかずには俺しかいないんだ。俺がひろかずを守らなきゃ。そう決意した俺はひろかずのために生きることを決めた。幼稚園の送り迎えをし、友達と遊ぶ時間を削ってひろかずと過ごした。幼稚園の行事にも積極的に参加した。保護者参観に行こうとして、さすがにそれはやめなさい、とおじさんに止められたことも一度や二度ではない。ブラコンだとバカにしてくるやつもいたが、そんな声は気にならなかった。俺はひろかずのことが大事だったから。何も知らない外野の言うことなんて聞く価値はない。次第にひろかずは俺にいろんなことを話してくれるようになった。また笑顔を見せてくれるようになった時は本当に嬉しかった。悲しかったこと、苦しんでいること、悩み、そういう話も打ち明けてくれた。頼りにしてくれているんだと思った。同時に絶対にこの信頼を裏切らないと固く誓った。兄ちゃんに任せとけ。それが俺の口癖になるまで時間はかからなかった。その後、中学校卒業とともに働きに出ることを決めた。おじさんはお金のことなら気にしなくていいと言ってくれたが、いつまでもおじさんに頼りっきりなのはいけないと考え、高校には行かなかった。とはいえこのご時世、中卒の人間を雇ってくれる会社なんて見つからず、就活にはとても苦労した。来る日も来る日も不採用通知と向き合う日々。ずぶとい自覚のある俺も、さすがにメンタルがやられた。だが縁があって、ある会社に入社することができた。中卒の俺を雇ってくれた社長には感謝してもしきれない。何も知らないガキだった俺を厳しく教育してくれた先輩たちにも感謝している。毎日必死に働き、数年後には一人で生活するに十分な給料をもらえるようになった。これで家を出ることができる。おじさんに迷惑をかけずに済む。ひろかずを連れて行くかどうかは少し迷った。だが、まだ弟を養ってやれるだけの給料をもらえてはいなかったから、弟はおじに任せることにした。たった一人の血のつながった家族である弟を残していくのは、少し心が痛むが、二度と会えなくなるわけじゃないし、離れ離れになるわけでもない。そう思い、俺は一人で家を出る、とひろかずに言った。僕も兄ちゃんについていく。ひろかずはまっすぐ俺の目を見てそう言った。ひろかず、ごめんな。それはできないんだ。弟の肩に手を置き、まっすぐ見つめ返す。他人の目を見て話すのが苦手な弟だ。すぐにそらされるかと思ったが、予想に反して、ひろかずは俺から目を離さなかった。どうして僕を置いていくの？ひろかずの目元がくしゃりと歪む。俺はハッとした。もしかしたら、弟は両親のことを思い出しているのかもしれない。自分を置いて遠い遠い世界へ行ってしまった二人のことを。今度は兄である俺まで自分を置いていってしまうんじゃないかと不安になっているんだろう。でもな、俺恥ずかしいけど、
まだお前と二人で暮らしていけるほど給料もらってないんだ。成長期の弟に満足いくまで食べさせてやれる余裕はない。好きなものを好きなだけ買ってやれることもできない。給料が少ない俺と暮らすということがどういうことか、俺はひろかずに言い聞かせた。でもひろかずは折れなかった。それでもいい。兄ちゃんと一緒がいい。一緒じゃなくちゃ嫌だ。それはおとなしい弟が初めて言ったわがままだった。叶えてやりたい。でも絶対に苦労させてしまう。それが分かっていたから、俺は首を横に振った。ご飯がいっぱい食べられなくてもいい。本も図書館で借りる。なんだって我慢できる。わがままなんて言わない。兄ちゃんと一緒にいられればいい。ひろかずの意志は固かった。決心が揺らぐ俺に、弟はさらにこう言った。兄ちゃんいつも言ってるじゃないか。何でも兄ちゃんに任せておけって。兄ちゃんだったらできる。そうでしょ？そう言われてしまったらもう、俺にはうなずく以外の選択肢なんて残されていなかった。そうして俺と弟の二人暮らしが始まった。思っていた以上に生活は苦しかった。生活費を稼ぐため、俺はそれまで以上に必死に働いた。土曜も日曜も返上して、朝から晩まで仕事に打ち込んだ。そんな生活を続けていたら、体を壊すのは当然だろう。ある日職場でぶっ倒れた俺は、病院に運ばれた。過労だった。駆けつけてくれた社長にものすごく怒られた。お前にもしものことがあったら弟はどうするんだ。弟を一人にする気か。その言葉に目が覚めた俺は、もっと効率よく給料をもらえるようにするにはどうすればいいかを考えた。そしていくつか資格を取り、いろんな免許も取得した。パソコンの使い方も覚え、情報収集や会社のホームページの刷新、SNS の管理などの業務にも携わるようになっていった。もちろん、同僚や取引先の方々とのコミュニケーションも忘れない。そうやって必死に働いているうちに、社長から重要な案件も任せてもらえるようになった。そのおかげで昇給し、二人暮らしを始めた頃は火の車だった家計も次第に落ち着いていった。家のことはひろかずに任せっきりだった。料理も掃除も洗濯も全部弟がこなしてくれた。周りの誰よりも自由になれる時間は少なかっただろうに、弟はクラスで、いや学校で一番の成績を保ち続けた。親がいなくてかわいそうな家の子供だから先生たちにひいきされているんだと陰口を叩くやつもいたらしいが、俺はちゃんと知っている。夜街が寝静まった深夜に小さな明かりだけを頼りに机に向かって必死に勉強していた弟の姿を俺はずっと見ていた。俺が仕事で無茶をしなくても暮らせるようになり、定時で帰って来られるようになってからは、俺も家事を担当するようになった。ちょうど大学受験の足音が聞こえ始める頃だった。前よりは勉強に集中できるようになった弟は、第一志望の大学に無事合格し、優秀な成績を残し続けた。学のない俺には、ひろかずが書いた卒業論文の1割も理解できなかったけれど、その論文は教授たちに絶賛されたらしい。そしてひろかずはとある大企業に就職が決まった。誰もが一度は名前を聞いたことがある日本有数の大企業だ。会社に入ったばかりの頃は仕事を覚えるのに必死で帰りも遅くなることも多かった。だが今では定時で帰ってくるし、よほどのことがない限り休日出勤もしない。社会人としては理想だが、一つ心配なことがあった。それは遊ぶ相手がいなさそうだということ。もっとはっきり言ってしまおう。ひろかずには女性の影が一切見当たらないのだ。幼い頃おとなしかった弟は成長とともに穏やかで冷静な男に育っていった。だが引っ込み思案な部分は奥手な性格として残ってしまったらしい。お前、いい人いないのか？俺がそう尋ねると、兄さんがそれ言う？そう言ってごまかされた。兄のひいき目もあるかもしれないが、ひろかずはかなりの優良物件だ。変な女に騙されることはないと思うが、
できれば早めにいい女性に出会ってほしいと思っていた。結婚というものは必ずしも幸せなものになるとは限らない。だから強要はしない。弘和が独身を貫きたいならその意思を尊重する。でもできれば素敵な女性と一緒になってほしい。家庭を持って幸せになってほしい。誰かと一緒に笑い合える幸せがあることを弘和には知ってほしかった。そんなある日、おじさんから弘和へお見合いの話が来た。渡りに船とはまさにこのこと。渋る弟を何とか説き伏せる。俺もついていくことを条件に弘和はうなずいた。この日のために仕立てたスーツに身を包み、向かった先は老舗の料亭。雑誌やテレビでよく紹介されている格式高い店だった。通された部屋は中庭に面した座敷。お見合い相手はまだ到着していなかったので、二人で中庭を眺めたり、床の間に飾られた掛け軸についてあれこれ言い合いながら過ごした。そして指定の時間が少しだけ過ぎた頃、彼女たちがやってきた。店の人に案内され、座敷にやってきたのはとんでもない美人だった。大きな瞳が印象的な女性だった。栗色の長い髪を結い上げ、赤い大きな花が描かれた着物に身を包んだ彼女は、しずしずと席へ座った。一つ一つの所作も洗練されていて綺麗だった。席に着いた彼女がこちらへ視線を投げかけてくる。まずは弘和に、続いて俺に、それぞれに微笑みかけた。俺たち二人の顔をそれぞれ確認した彼女は、パチパチと瞬きをすると、小さく首をかしげた。そしてまた、弘和と俺の顔を交互に見つめてくる。何かを確認するかのように。相手はそうそうお目にかかれないレベルの美女だ。穴が開くほど見つめられて居心地が悪い。弘和も緊張しているようだった。座敷に沈黙が落ちる。その静寂を破ったのは、お相手の父親らしき男性だった。ではお互い自己紹介を、そちらから名乗っていただきましょうか。にこりともしないどころか、どこか不機嫌そうな言い方だった。この男性は、とある会社の社長だということは事前に知っている。なんというか、社員に無理難題言って困らせていそうなタイプの社長というのが、実際会ってみての第一印象だ。松本弘和です。弟が名乗る。声がこわばっているのが一発で分かった。そりゃ緊張するよな。こんな美人とのお見合いだ。しかも威圧感を前面に押し出してくる父親付き。よし、ここは兄ちゃんに任せておけ。口に出すわけにはいかないので、心の中で胸を叩く。弘和に続いて俺が名乗ろうとすると、相手の父親が口を挟んできた。失礼なが出身大学は？1ミリも失礼だと思っていない口調で彼が尋ねる。お見合い相手の女性が少し表情を曇らせたのが分かった。弘和が出身大学を答えると、彼はすぐさま勤め先の名前を尋ねてきた。弟は困惑を隠せないといった様子だったが、それでも彼の質問に答えた。あの大企業ですか。にやり。口の端を持ち上げ、目元を歪める。あまり気持ちのいい笑顔ではなかった。そして彼の視線が俺に注がれる。ねえ、あなたは、弘和さんのお父さんには到底見えませんが。言い方は気に入らなかったが、ここで喧嘩をしても仕方ない。俺は自分が弘和の兄であることを説明した。両親は俺たちが小さい頃に他界しておりまして、親の代わりに親がいないことを話すと、彼は眉間にシワを寄せた。どうやら親なしであることがお気に召さないらしい。大学は？その質問俺にもするのか。内心ため息をつきつつ答える。出ておりません。眉間のシワが深くなる。高校は？女性が咎めるような視線を父親へ送っているが、彼はそれを無視し、さらに質問を重ねてきた。言ってません。中学卒業と同時に働き始めたので。俺がそう言った瞬間、中卒！彼の声が座敷に響き渡った。弟がびくりと肩を震わせたのが分かった。
しかも親もいないだと。道理で育ちの悪そうな顔をしていると思った。底辺もいいところじゃないか。一瞬何を言われているのか理解するのに時間がかかった。今時すがすがしいほどの学歴主義者だ。これまで何度も中卒であることを馬鹿にしてきた奴はいたが、ここまで見下してくる人間は初めてだった。ごめんなさい。ちょっとお父さん、なんてこと言うの。黙っていられなくなったのか、お見合い相手の女性が声を荒げた。だが暴言は止まらなかった。論外だな。親がいないということは満足にしつけもされておらん。善悪の区別すらついていないに決まっている。そして学歴が低いということは教養がない。教養がない男は常識を知らない。常識を知らん者は周りに迷惑をかける。考えも浅い。どうせ敬語もろくに使えんに決まっている。そんな男の血を我が家に入れるなど言語道断。うちまで低く見られるだろう。今後一切私たちに関わるな。言い返してやりたかった。おじさんが俺たちをどう育ててくれたか。入ったばかりの職場でどれだけ先輩たちが俺を厳しく教育してくれたか。だが俺が中卒なのは事実だ。俺のことは好きに言えばいい。そう思い膝の上で拳を握りしめる。だが痛いほど握りしめた拳は怒りに震えた。耐えろ、耐えろ、耐えろ。俺一人が耐えればいい話だ。だが彼の言葉は弘和にも向かった。どうせあの大企業に勤めているとか言うのも、あの名門大学を出たとか言うのも嘘だろ。つまらん嘘をつきよって、この詐欺師どもが。泡を飛ばさん勢いで彼は吐き捨てる。俺は目を見開いた。お父さんやめて。どうしてそんなこと言うの。お見合い相手の女性が悲鳴のような声を上げ、父親にすがりつく。何も言い返さないということは、どうやら図星だったようだな。最初から気に入らなかったんだ。嫌な感じのする奴らだと思った。すがりつく娘を振り払い、彼はなおも口を動かし続けた。私は社長だ。会社を預かる身として重い責任がある。信頼の置けないものを社に入れるわけにはいかんし、取引先の選別も大事だ。そうして私は人を見る目を養ってきた。残念だったな。私は一目見れば相手がどんな人間かわかるんだよ。お前らのような詐欺師を見破ったことは何度もある。今回も私の目は正しかったようだな。唇を歪めると彼は笑った。座敷に彼の笑い声が響く。勝利を確信する高笑いだった。限界だった。俺は静かに口を開いた。なら、あなたの目は節穴ですね。俺がそう言うと、社長は笑いを引っ込める。なんだと？人間、怒りが頂点に達すると、逆に冷静になるものらしい。俺は彼をまっすぐ見据え、淡々と言葉を並べた。俺のことを馬鹿にするのは構いません。俺が中卒なのは事実で、学がないのも事実ですから。だが弟を嘘つき呼ばわりしたのは許せない。正真正銘、弘和はあの会社に勤めています。調べてもらえればすぐにわかることです。謝るなら今のうちだと思いますが。俺の言葉に社長は余裕の笑みを浮かべた。それがどうした？そんなものどうとでも捏造できる。貴様ら詐欺師ならそのくらいしてのけるだろう。謝罪するべきなのはお前らの方だ。あくまでこちらを馬鹿にする彼に俺はため息をついた。そうですか。謝罪していただけませんか。穏便に済ませたかったのですが、ここまで言われてしまってはこちらとしても腹に据えかねます。仕方ありませんね。再びまっすぐ社長を睨みつける。では、御社との取引は白紙にさせていただきます。例の70億の取引はなかったということで。俺がそう宣言すると、彼は意味がわからないという顔をした。俺はにやりと口の端を引き上げると、スーツのポケットから名刺入れを取り出した。作ったばかりの名刺を1枚、卓の上へ乗せる。全員の視線が俺の名刺に注がれた。お前の名刺など何の意味も。代表取締役、社長？彼の声に焦りが混じった。申し遅れました。私、小池太一の後を継ぎ、
来月より社長に就任いたします。松本誠也と申します。そう、俺が就職した会社は、おじが代表を務める会社だったのだ。中卒の人間を雇ってくれる会社が見つからず、途方に暮れていた俺を入社させてくれた社長は、他でもない太一おじさんだった。俺が働きに出ると言ったとき、初めは反対された。お金のことなら心配いらない。働くにしたって高校を出てからでも遅くはないよ。もっと私を頼ってくれていいんだ。考え直さないか。そう言って、俺に進学するよう言ってくれていた。だが俺は、弘和が大学まで行きたいと思っていることを知っていたから、その金を工面するため、早く働いて金を貯めたかった。その話をすると、おじさんは俺の意志が固いことを察したらしい。わかった。では、私の会社においで。そうして俺はおじさんの会社に入社した。おじさんは中卒で入社した人間としては破格の給料をくれたし、いろいろと融通を聞かせてくれた。一方でひいきは一切されなかったし、仕事に関しても手加減は一切なかった。社会人としてのマナーから言葉遣い、挨拶の仕方から何から、とにかく厳しく鍛えられた。苦労したことも多かったが、俺はひたすら仕事に打ち込んだ。頑張りすぎて過労で倒れてしまい、おじさんに強く叱られたこともあった。だがおじさんは俺の働きっぷりをずっと見てくれていたし、そんな俺を認めてくれた。会社のホームページの刷新、重要な案件への参加、そしてついには支社の立ち上げにも携わらせてもらい、そこの支社長にも任命してくれた。そして3年ほど前から新社長となるべく本社に戻り、おじさんの近くで研鑽を積んでいた。俺は来月本社の社長になる。3年前からおじさんのそばにいたので、今目の前にいるこの男の会社と取引をする予定があったのも当然知っていた。バカな、そもそも名字が違う。こんなものどうとでも捏造できる。震えながらもまだそんなことを言う彼に俺は言い放った。現社長は俺の叔父ですから当然です。そこまで言うならどうぞ気が済むまでお調べください。名刺はここに置いておきますので。そう言って俺は立ち上がった。弘和に声をかける。帰るぞ弘和。弘和はうなずき席を離れる。お見合い相手の女性のすがりつくような視線が気になったが、振り払うように座敷を出た。後日、彼が菓子折りを持って俺を訪ねてきた。顔面蒼白、菓子折りを持つ手は明らかに震えている。どうやら俺たちが言ったことは全て真実だったということを理解したらしい。彼は何度も謝罪を繰り返し自分の会社について話した。彼の会社はかなり経営が危ないらしく、今回の取引がないと存続が危ぶまれるのだとか。だが俺は取引を続ける気にはならなかった。あれだけ言われたのだから当然だ。事情を知ったおじさんも俺の好きにしていいと言ってくれたので好きにさせてもらった。話すことはありません。お引き取りください。そう言って追い返したが、その後も彼は何度も何度もやってきて、俺の前で土下座する。頼む。いや、お願いです。どうかお考え直しを。御社との取引がなくなったら、我々はもうどうすることも。涙ながらに訴えられることもあったが、聞く耳は持たない。お帰りください。毎回、俺はそれだけ言って、彼を帰らせた。それから数日後、今度はお見合い相手の女性と、その姉と名乗る女性がやってきた。白いワンピース姿のお見合い相手は、今にも泣き出しそうな顔で、俺と弘和に頭を下げた。この度は、誠に申し訳ございませんでした。栗色の髪がさらりと揺れる。私がもっと強く止めるべきでした。お二人にはご不快な思いをさせてしまって、本当に申し訳ありません。細い体が震えている。俺は彼女の謝罪を聞きながら、弟をちらりと見合った。あの男の言動に、俺と同じぐらい怒っていた弘和は、彼女の方を見もしない。お引き取りください。感情のこもっていない声で静かにそう言った。目の前の他人の謝罪など知ったことか。そんな響きがあった。妹さんの顔が悲しげに歪む。
そうですよね。怒っていらっしゃいますよね。当たり前です。私の顔なんて見たくもないですよね。でもお願いです。少しだけでいいんです。私のこと見てくれませんか？彼女の懇願に感じるところがあったんだろう。弟はちらりと彼女を見た。すぐに視線をそらしてしまったが、再び彼女の顔を見る。無表情だった弟の顔に感情が灯る。彼女は悲しげに微笑みながらこう言った。私のこと覚えていませんか？本当に思い出せない？ひろかずくん。彼女は白いワンピースの裾をつまむと、その場でくるりとターンをした。その瞬間、弟の顔が驚愕に染まった。ひろかずくん、見て、似合うかな。その顔は悲しげで、あの頃の無邪気さはない。けれど栗色の髪も、キラキラした雰囲気も変わらない。音羽ちゃん？弟がつぶやいた。彼女は嬉しそうに微笑んだ。それは太陽みたいな笑顔だった。実は俺は彼女の正体を知っていた。そもそも今回の話は俺に来たものだったからだ。おじさんにお見合いを勧められたが、俺は仕事が忙しくて正直それどころじゃなかった。ちょうどひろかずの未来について考えていた時期だったから、この話はひろかずにどうだろうと思い、お相手の写真を見てびっくりした。そこに写っていたのは、俺たちの幼馴染だったからだ。しかもひろかずが心を開いていた妹の音羽ちゃんだった。慌てておじさんに事情を聞くと、取引先の社長の娘さんなのだという。彼女のお母様が井戸端会議でお見合いの相談をしてきたらしい。その相談を受けたのがうちの営業部長の奥方でな。ちょうど今度取引もあることだし、一度会うだけでもどうだろう。正直言うと、おじさんの言葉はあまり頭に入ってこなかった。俺の頭の中はもう二度と会えないと思っていた彼女に、こんな形で再会できるなんて、という驚きでいっぱいだった。おじさん、この話はひろかずに持っていきます。大丈夫。絶対うまくいきますよ。ああ、お相手のことはひろかずには秘密にしておいてください。びっくりさせたいので。そうして、幼馴染の感動の再会を演出するはずだったのだが、お見合いの場ではあんなことになってしまったし、弟も彼女が音羽ちゃんだと気づいていなかった。音羽ちゃんはというと、お見合い相手がひろかずだと知って、とても嬉しかったそうだ。実は小さい頃からずっとひろかずのことを好きでいてくれたらしい。だからこの話にも乗り気だった。けれど父親があんなことをしでかし、父親の会社はうちとの商談が白紙になった。このままではひろかずと会えなくなってしまう。せっかく再会できたのにそれは嫌だと考えた彼女は、こうして俺たちを訪ねてきてくれたわけだ。ひろかずくん、私のことを思い出してくれてありがとう。お父さんがいたことはもうなかったことにはできないし、二人がすごく傷ついたことも知ってる。そんな男の娘である私のこと、本当だったら顔も見たくないって思うのも仕方ないことだと思うの。ひろかずは彼女をじっと見つめている。でもね、私どうしてもひろかずくんに会いたくて、お父さんがしたこと許してくれなんて言わない。でも、もしひろかずくんが嫌じゃないって思ってくれるなら、また会ってくれる？恐る恐る話す音羽ちゃんに、ひろかずはうなずいた。確かにあの人の言葉は許せない。あの人は人として言っちゃいけないことを言ったから。でも許せないのはあくまであの人のことだけだ。音羽ちゃんは必死に止めようとしてくれてた。音羽ちゃんは悪くないよ。それに俺も。そこで言葉を切ると弟は微笑んだ。音羽ちゃんに手を伸ばす。音羽ちゃんが弟の手を取ると、弟はこう言った。俺も音羽ちゃんとまた会いたい。俺もずっと会いたかったから。思わず口笛を吹きそうになった。慌てて口を引き結ぶと、音羽ちゃんのお姉さんと目が合った。ゆきちゃんだ。ゆきちゃんが嬉しそうに笑う。俺も頬が緩んで仕方なかった。その後、俺は社長に就任した。音羽ちゃんのお父さんの会社との取引は破談になったが、さすがに弟の将来の奥さんの実家になる家を見捨てることはできなかった。
70億が動く取引こそなくなったが、別の仕事を頼むことにした。一時は存続が危ぶまれていた彼の会社はどうにか持ち直し、お父さんにはものすごく感謝された。彼の会社に仕事を頼んだ際、彼の会社にゆきちゃんが勤めていることを知った。社内でも重要なポジションについている彼女は、自分が社長の娘であることを傘に着ることもない。入社した時も社長の娘であることを周りに隠していたそうだ。実力でのし上がり、いくつもプロジェクトを成功に導き、上司にも部下にも信頼される存在らしい。そんな彼女と仕事をしたわけだが、実際とてもやりやすかった。ゆきちゃんはこちらが欲しいと思った情報をすぐに提示してくれたし、常に2手3手先を読むことにも長けていた。彼女のとっさの判断に助けられた場面もいくつもあった。ゆきちゃんも俺のレスポンスや決定の速さ、柔軟な対応力、社員に対する態度を特に褒めてくれた。せいやくんと仕事するの本当に楽しい。すごくやりがいがあるわ。彼女がそう言ってくれたとき、なんだか照れてしまって、彼女の顔がまっすぐ見られなかった。次第に彼女と過ごす時間が少しずつ特別な時間になっていくのを感じざるを得なかった。さて、ひろかずと音羽ちゃんがどうなったかというと、二人は再会後すぐに交際をスタートした。お付き合いは誰から見ても順調だった。そうして3年の交際期間を経て結婚を決めた。穏やかで冷静なひろかずと明るく前向きな音羽ちゃんは、互いを尊敬し支え合えるいい夫婦になるだろう。そして結婚を機にひろかずは俺たちが二人で暮らしていた家から出ていくことになった。引っ越し当日、荷造りを手伝っていると、不意にひろかずが話しかけてきた。兄さん、聞いてほしいことがあるんだ。改まった様子に、俺は持っていた段ボールを床に置いた。兄さん、今まで本当にありがとう。僕がここまで生きてこられたのは全部兄さんのおかげだ。大学まで行かせてもらえたのも、今の会社に入れたのも、音羽と結婚できたのも、兄さんがいてくれたからだ。そんなことはない、と俺は笑った。大学に入れたのは、ひろかずが勉強を頑張ったからだし、日本を代表する大企業に入れたのも、ひろかずが努力したからだ。音羽ちゃんと結婚できたのだって、ひろかずがちゃんと愛を伝え続けてきたからだ。俺がしたことなんて、せいぜい金を稼いで、お前を食わせたことぐらいだよ。俺の言葉にひろかずは首を横に振った。そんなことない。父さんと母さんが天国に行って、落ち込んでいた僕を必死で慰めてくれたのを覚えている。僕が父さんと母さんが恋しくて泣いたとき、ずっと頭を撫でてくれたこともよく覚えている。ろくに返事もしなかった僕に話しかけて、外に連れ出してくれたことも、全部、ちゃんと覚えてるよ。ひろかずの言葉にちょっとだけ泣きそうになる。照れたふりをして、笑ってごまかした。もういいよ、と言ったけれど、ひろかずは続けた。僕、おじさんに言われたことがある。ひろかず、お前がこうしてのびのび生活できているのは、兄ちゃんがいつもお前のことを考えてくれていたからだよって。兄ちゃんも幸せになってくれるといいんだけどなって言ってた。今度は兄さんが新しい幸せを手にする番だ。そう言うとひろかずは笑った。ちょっといたずらっぽい笑い方だった。ねえ、幸せになりなよお兄さん。意味ありげな笑顔にドキッとする。どうやら俺が心に秘めた彼女への思いにこいつは気づいているようだ。努力する。蚊の鳴くような声しか出せない俺にひろかずは笑った。兄さん、そこはこう言わなきゃダメだろ。そう言ってひろかずはまっすぐ俺を見た。穏やかに微笑んで口を開く。ゆきさんのことは俺に任せておけって。これまで俺は周りの人の幸せのために生きてきた。でもそろそろ自分のことも考えてもいいのかもしれない。音羽ちゃんと新しい幸せを見つけられたひろかずはもう大丈夫だ。今度は俺が幸せになる番か。そうだな。これからは自分のこともみんなのことも幸せにしていける。そんな人間に俺はなっていこうと思う。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンから
チャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。